神戸に戻った翌日、久美は亜美を連れ、近くに住む千恵の家に、屋久島のお土産を持参した。あーちゃん、帰ってきたんか？満面の笑みを浮かべた千恵は、すぐに亜美に駆け寄り、かがんで手を握りしめた。亜美は無表情のまま、軽くうなずいた。千恵は、しばらく会えなかった亜美の帰りを、首を長くして待っていた。産婦人科の看護師として働いていた経験から、子供の扱いも長けていた千恵は、和夫同様、乳児の頃から亜美の世話をしており、我が子も同然だった。しかし、それ以上になぜか千恵には、亜美が無性に可愛くてたまらなかった。よちよち歩きが始まると、忙しい組に代わり、千恵が毎日のように家に連れ帰った。あまりの溺愛ぶりに、まだ小学生だった娘の成美がやきもちを焼き、近所の人からは、どちらが母親かわからないと言われるほどだった。久美は仕事で多忙を極め、何より、千恵がすぐに亜美を連れ帰ってしまうため、亜美の世話は、ほとんど姉任せになっていた。亜美もまた、すっかり千恵に懐き、千恵の姿が見えなくなると、後追いし、泣き出してしまうほどであった。亜美は幼稚園を迎える年頃になっても、ほとんど言葉を発しなかった。別段騒ぎ立てるわけでもなく、久美を含め、周りの大人は、極めておとなしい性格であると、認識しているだけだった。しかし、亜美が言葉を発しなかったのは、すでに重度の自閉症を発症していたからだ。物心ついた頃から、聴覚をはじめ、すべての感覚が異常に鋭かった。本来、五感は乳児期から幼児期にかけて、実生活に馴染み、個々にコントロールが効くようになる。例えば、話を聞くときは聴覚に集中し、それ以外の感覚は自然とコントロールされる。しかし、亜美の場合は、すべての感覚がいつもマックスで作動し、それをコントロールすることができなかった。そのため、日常生活は、四六時中、荒れ狂う五感に振り回された。聞こえる音すべてが大きく、人が話す声も雑音も、風の音に至るまで、一度に耳に入ってくる。特に車の音にはいつも驚かされた。それはバイクが横切るだけでもしばらく動悸が収まらないほどだ。食感も嗅覚も異常に敏感で、食事の時間やどこか違う場所に行くたび、不安に駆られ、いつもビクビクしていた。どこに身を置こうとも、聞こえるもの、感じるもの、すべてに違和感があり、網に落ち着ける場所などなく、毎日があてなく暗闇をさまよっているようだった。唯一はっきりとしていたのは、好き嫌いの感情だけで、それ以外は理性もなく、何かを思考したり、言葉を発することも、記憶するといった概念も全くなかった。だから亜美は言葉を必要とする人間と接するより、猫や犬といる方がずっと楽で落ち着くのだ。彼らは亜美に何も求めない。
ただ静かに寄り添ってくれる。そんな時間が、亜美には必要だった。それでも唯一、心の拠り所となっていた人物は、他ならぬ、知恵だった。知恵は、どんな時も愛情いっぱいに接し、いつまでも言葉を発しない亜美に、何も言わなかった。戸惑うたびに、いつもぎゅっと手を握り、優しく微笑みかけてくれる。その手のぬくもりが、次第に、亜美の不安な心情を落ち着かせ、自分を取り戻すことができたのだ。しかし、母として責任を感じていた久美は、全く違っていた。このままでは、将来社会で通用しない。何とかして、娘をきちんとしつけようとしていた。それゆえに、他人の会話に返答せず、しかめ面ばかりしている亜美を指摘し、叱ることが多かった。亜美は、そんな母親の思いと逆行するように、叱られている理由すら理解できず、いつしか、ますます口を閉ざすようになってしまった。一方で、高志もまた、亜美のことを一度も叱ることはなかった。45にもなって、初めて生まれた女の子だけに、特別大事にしていたからだ。